はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。次に作るものですが、ピックアップコイルをつけるための土台です。はい、ピックアップコイルといっても馴染みのない方いるかと思いますが、こんな感じの部品です。何かっていうと、鉄が近づくと電気を起こして、それを信号として拾うものです。なので磁石になってます、これ自体は。原理的には磁石に導線巻いただけのものです。これが、部品としてここにはまるように、こんな感じではまるように作ってきます。ピックアップで製作パーツは3つです。はい、1つ目がこのピックアップベースと呼ばれているもの。これは土台ですね。すべての土台となる部分です。これにベアリングを仕込むことになるので、ベアリングが入るような土台ですね。で、こちらが、先ほどのピックアップコイルを固定するための土台ですね。これが、ピックアップコイルに反応させるための突起、カムの端っこにつけるやつです。では作業を始めていきます。まずは旋盤に材料を固定していきます。削り代が十分にあるのであんまり気を使う必要はないですが、一応芯も出しておきますね。まずは単面から削っていきます。単面終わったら次は外形ですね。アルミは時々切り子の掃除をしないと切り子がチャックに絡まって怖いですね。そうこうしている間に2段目の外形始まってます。はい、26.00、26ジャストですね。よし、これで OK。次は内径の切削をやっていきますが、まずはドリルでの下穴開けとなります。あとはバイトでベアリングの合うように穴掘っていくんですが、ここが精度的に一番きつい場所ですかね。18.98 ぐらい。18.98 ぐらいになったので、これで、今ベアリングはまらないですが、これは温めればはまるというところまでなりましたね。さて、突っ切りですね。じゃあ突っ切っちゃいますかね。切り離しも終わったので、片面分は作業終わりましたね。あとはこっち側から削っていって、最後にフライスでの作業ですね。反対側も切削手順としては先ほどと同じです。ここに、60ミリで3ミリの段差が必要か。
とはオイルシール用の内径加工を進めていきます。これでジャストかな。よしよし、ぴったり 20mm ジャストと。はい、これでピックアップベースの旋盤工程終わりましたね。ベース A の旋盤工程ですね。はい、オイルシールつける方でベアリングつける方と、あとはフライスで仕上げていきます。穴加工ですね。こいつの穴加工やってきます。で、はい、よいしょと。はい、下穴開け終わったので、ここから長穴にしなきゃなんないですね。残りのタップ作業をやっていきます。これで穴開け終わりましたね。これで一応プレート A が完成と。はい、プレート A、ベース A ですね。完成しました。まあ、譜面と同じですね。問題なく出来上がりましたね。よし。じゃあ引き続き B の方を進めていきます。はい、では次は、ピックアップベース B、ピックアップコイルがつく土台側ですね、を進めていこうと思います。この部品は中央に大きな穴が開いているので、まず穴からやっていきます。細いドリルからだんだん大きくしていくといういつも通りのやり方になります。自分の旋盤で 30mm のドリルはちょっと欲張りすぎでしたね。次は外形切削を進めていきます。これで直径75ですね。そしたら内径切削やっていきますが、ここはまあそこまで精度うるさくないので結構気楽にできますね。これで入るかな。まだか、もうちょっとだな。いい感じにはまるようになりました。これで大丈夫ですね。ここは2段になっているので1段目終わったところで、これから2段目進めていきます。
よし OK。 内径加工はあと奥まで少し拡大すれば終わりとなります。39.8.99 3.9。よし、ちょうどだ。はい、これで穴開け終わり。よし、あとは突っ切りで切っちゃえば旋盤工程終わりですね。はい、予定通り段差作って、で最初に作ったベースプレートが綺麗にはまります。はい、ぴったり。あとはフライス加工やっていきます。今回はまずサーキュラーテーブルセットしていきます。さて、こっちの部品の製作に入りますね。まずはいつも通りこの穴の中心、原点出しですね、先やってきます。新しく買った振り回し使いたかったんですが、高さ足りなかったので小さい方の振り回しで芯出ししていきます。まずは上の部分を削って高さを合わせていきます。はい、まず真ん中のラインできました。今作ったのはこのラインですね。次横ですね、やっちゃいます。この両側、この辺とこの辺取っていくんですよね。高さがここで一度変わります。こっちの面終わりと。はい、これで一応全体としては OK ですね。一箇所ちょっと削りすぎて、まっすぐ致命傷ではないのでよしとします。よし、次。ドリルと。ここ4箇所のネジ穴開きました。あとはこの部分ですね。この R の部分、直径4ミリでアーチ状に開けるんですよね。まあそのためにサーキュラーテーブルにセットしてあるので。
はい、これでピックアップベース B 完成ですね。A はここにあります。これがこのようについて、この2箇所のネジで固定できます。ここは調整が効くように調整しろ取ってますね。はい、次に作るものはこのピックアップコイルのピックアップコイルのタイミングの部分ですね。突起パーツですね。を作っていきます。22ミリの丸棒でいいので、ちょうど22ミリあったので、これ使います。よっと。もっと細い中塗り用のバイト欲しいですね。また Amazon で探してみます。10.015。ひっくり返して反対側からの加工となります。はい、これで旋盤作業終わりましたね。あと突起部分は、キービズを作って溶接しちゃいます。はい、これで突起をつけるための溝もできました。で、マシンキーを入れればちょうど5ミリの突起が出来上がります。これを溝にはめ込んで、溶接しますね。力がかかる場所ではないので、点付けでも十分だと思うんですけど、なるべくつけときます。きましたね。なめ付けですが、とりあえずは問題ないと思います。ではこの部品に、ベーリングはめてきます。現状では入らないようになってるので温めないとダメですね。温めれば入るはずです。そのつもりで作ってるので。なのでこの万能加熱器を使って、温めます。本体を。5分ほど経ちました。入るかな。ギリ入らん。よいしょ。そしたらベアリングはまったので、ここにはめる準備ですね。位置関係はこの辺ですね。正直こっからはもうほぼ目視の現物合わせしかできないですね。
じゃあプレートを外して穴開けですかね。よいしょ。さて、穴開けやっていきます。ネジ穴など細かい穴は終わったので、中央の穴を拡大していきます。これでカムの位置が多少ずれても調整できますね。よし。はい、いい感じと。さて、全部できたので、点火系組み立てますね。まあ仮組みですけど。そしたら、まあ、最終的にはこれキーかなんか、シャフト入れて固定はしますが、今はちょっとネジ止めだけにしときます。今1、2目の穴掘っちゃったりすると、もし違ったら嫌ですからね。適当なナット入れて、そしたらこれをかぶせて、これでネジ止めと。まあ真ん中ら辺にしときましょうか、とりあえず。よし。そしたらピックアップコイルがここにつくので、反対側もつきますと。よいしょ。よし。クリアランスは似てるね。よし。これで点火信号取れるはずです。とりあえず今回の作業はここまでとなります。まあだいぶ形になってきましたね。どうもご視聴ありがとうございます。今編集が9割方終わって急遽撮影しています。まあなぜ急遽撮影してるかといえば致命的な問題ありましたね。設計してこれでいけると思っていたピックアップ点火関係ですが、これまずいですね。はっきり言って。全くダメです。なぜダメかというと、この配置、2箇所で取る配置に関して言えば、これクランクシャフト、こちらとか、ここで取れば問題はなかったんですよ。それならばいけたんですけど、カムで取る場合、これピックアップ4つ必要ですね。今回の設計はどうしてもカムで取らざるを得なかったので、こちらでもここでももう取れないのが分かっていたのでここになったんですけど、こっちと同じ感覚で2箇所で180度でやってしまったんですよね。なのでダメになってしまいましたね。これこことここの90度で突起2箇所でやればいけたかもしれませんが、まあどちらにせよピックアップ周りに関して言えば、そうですね、ベース B、このピックアップコイルのついてる部分に関しては、再設計と再製作ですね。ここですね。
それとここもそれに伴ってちょっとセンサー変える可能性があるので、ここも変更だと思います。参りましたね。なので動画見ていただいた方には申し訳ありませんが、今回は失敗ということで、次回なんとか修正してアップロードしようとは思います。まあなんでこれが気がつかなかったのか。初期設計段階で気がついて叱るべきだったものなんですが、気がつけませんでしたね。まあこういうこともあるのかな。まあでもテンション下がりますね、この失敗は。あまりにも初歩的で。次回はなんとかその変更と修正までを確実にやっていきたいですね。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。